それでは早速ゲストの紹介をさせていただきたいと思います。ゲストはこの方でございます。TBS 報道局記者キャスターディレクターを務め、2010年より報道特集のキャスターを担当していらっしゃいます金平重則さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして、ドキュメメントからはドキュミームのディレクター松井さん、内山さん、久保田さんに登壇していただきます。よろしくお願いします。全員座れますかね。ありがとうございます。まずは金平さん、お忙しい、タイミングで時間を作っていただきましてありがとうございます。ぜひ今日はこのメンバーで、トークセッションとして60分間ですね、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、金平さんにお伺いしたいのが、ドキュミームにコロナ禍の映像ドキュメンタリードキュミームに関心を示してくださったきっかけをお話伺えればと思っております。こんばんは。私このドキュメントですかで存在知らなかったんですけど、はい、で不勉強なもの申し訳ないですけど、とんでもございません。久保田さんたち内山さんNHK の BS1 スペシャルでやった、東京なんだっけリトルネロですよね。リトルネロをたまたま見たんですよね。それで引きつけられて、こんな面白いものを作る、しかも NHK で、NHK でこういうものが流れたっていうのですごい同じ仕事してるものとして元気づけられたっていうか元気になってすぐさま連絡取ったんですよ。これ誰作ったのっていうふうに。それで見たら最後の字幕のところにですねあれっていうので久保田さんの名前が出てたんであれと思ってで僕は久保田さんたまたま、知っててですね知ってたっていうよりもこれは今日来てるのかな分かんないですけどその赤木雅子さんの取材をしている時に彼を紹介されたんですよね。で今ドキュメンタリー撮ってるんですよっていうんでそれで面識があったんで彼がこれ加わってるんだっていうふうに言ってすぐに電話をして、話聞きたいからって言ってちょうど僕は早稲田でゼミをやってるもんですからでドキュメンタリーのことをみんなでいい作品だけを見ようっていうゼミなんですけどね。でそこで連絡をしたらいや僕だけじゃなくて作った人みんな来たいって言ってますっていうふうに言ってそれで皆さんに来ていただいて、学生に見せてですねその後、ディスカッションをしてその後なんかどっか行きましたよね。足りなくて時間がねとてもで話をしたんですけど今コロナの時代でしょ。でコロナ禍とか言われてますけどこういうふうに集まってること自体が不届きもんですよね。というふうに言われてしまってるんですよ今。で僕も今放送終わったばっかりで反省会をすっ飛ばしてここに来たんですけどそれはここに集まってるところに初めて参加していただいて作られた方とこういろんなことを話し合いたいっていうふうに思ったもんですからね。僕はもういい年ですけど若い人たちがこういうものを作っていってしかもなおかつなんだろうな突っ張ってってるのがいいんですよ。でなんか昔僕らがテレビ局に入った頃って僕は TBS に入ったんですけどね TBS のドキュメンタリーってむちゃくちゃ面白くてね「あなたは?」とかねそれから「私のトゥイギー」とか「私の火山」とか「日の丸」とかフィルムの時代ですけどもとにかくとんでもないものを出してましたよ。今見たらねきっとみんなぶっ飛んじゃうようなでそういうなんていうんですかね実験的なことをどんどん社会に切り込んでやっていくみたいなのが当たり前のこととしてあってそれをちゃんと許す土壌っていうかだって何のためにこういう仕事してんだっていう時にそれがみんな共有されてた時代ってあったんですよね。で
そこで僕らはそういう記憶があって、今も細々と仕事を続けてるのはやっぱりそういうものを引き継いでいきたいっていう思いがあったんで、それがほとんど絶滅したかと思ったらなんか突然変異みたいにあそこでボコンと出てきたんで、なんか嬉しくなってですね、それで連絡取ったっていうのがきっかけだったですよ。それでなんか話を聞いたらとても突っ張ってる人で、初めから喧嘩を売るような感じでいいなと思って、そういう人なかなかいないから、で今はみんなと喧嘩しないようにしようというふうにしてるでしょ。対立しないようにとか、なんか声を上げたらなんか周りから浮いちゃうんじゃないかとか、そういう。でも、僕はたまたまお会いした3人はそういう人じゃなかったからで、そういう人って結構今いてですね、僕はそういう人の作ってるものを楽しみにしてて、それは年齢とか所属とか、性別とか関係なく、国籍とか関係なく、とにかく面白いもの作ってる人っていうか、あとこうチャレンジするというよりもこうなんか喧嘩売ってる人は割と好きなんで、そういう人は今いなくなっちゃってるんで、そういう人とつながりたいなという気持ちで来たっていうのがきっかけですよ。喋りすぎたねちょっとね。とんでもございません。ありがとうございます。それではそのきっかけとなった作品、映像の方を皆さんと一緒にですね見たいと思いますので、映像をご覧いただきたいと思います。新型ウイルスの感染拡大が止まらず、世界では医療体制の逼迫が深刻な問題となっています。入院した患者が PCR で陽性になったって言っても、看護師が検査してもらえない。先週から都内におきましては感染者数がさらに増加をいたしております。日本の政治っていうか、本当に何もしてくれなくて、東京オリンピック・パラリンピックを完全な形で実現するということについて G7 の支持を得たところでございます。もうちょっと日本人って温かくなかったっけ、日本人ってこんなんだったっけって。全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと、緊急事態宣言を発出いたします。学費を稼ぐために一番いい職業だった。コロナで怖くてもお仕事出なきゃいけない。300件の接待を伴うお店を個別訪問をしてまいります。でバブルになったらキャバクラとかいい女求めてね、ギャラ飲みとかってガンガン呼ぶけど、なんだろう、そうでいざ自分がピンチになったらそういうやつらばっか先に切り離して、ある程度の文明なんてもう滅んじゃうと思うもんね、この機に。この店も自分の子供みたい。終わり。さよならさよなら。コロナの緊急宣言の時の生活と仮放免の生活は大した変わりがないと思いますね。büyük geldik biz. Koskoca Japonya'da bize yer yok. Hadi Michael Wilson'da diye muhabbet edelim. 自分の責任なんですかね。今こういう社会にしたのは誰ですか。安倍は貧乏やってみろ。安倍は貧乏やってみろ。安倍やめろ。安倍やめろ。安倍やめろ。あぶり出されてきてるから、この間放置してきた問題が全部出てきちゃってるから、本当に来てくれたみたいな感じになってた。そんなことは世の中であるんですかみたいな感じになったから泣いてたよ。貧困っていうのは優しくない社会の結果じゃないかな。2020年東京オリンピック目前、パンデミック、国家緊急啓発令、愕然とするために降りてこないシードマネー、首都東京、新宿歌舞伎町、今捕まるなんて冗談じゃねえ。
焦りと怒りと絶望というか、金も回んないし、どうしようもなくなっちゃって。そんな方が楽なのかなって、こんなことあっちゃいけないよなと思って。何か信じたいっていう。より良い社会が出てくるとは思わない。子供たちに対する申し訳なさ。終わりかなと思ってた。ありがとうございます。今東京リトルネロの、トレーラー見ていただきましたけども、この作品を撮るきっかけとなったのはどういった経緯があったのでしょうか。松井さんに伺いたいと思います。はい、松井と申します。金平さん、今日はありがとうございます。はい、喧嘩っぷりがいいということだったんで、今日は強気で行かせてもらいます。はい、この作品を撮るきっかけはやっぱり政治ですね。コロナの前の3月の時点で、非常に僕は東京生まれ東京育ちなんですけども、非常に苛立ちを感じていて、100年に一度の開発だとかですね、そういうことをオリンピックを名目に、何か自分が生まれた土地がどうにもならなく変わっていってしまう、それも何かその側だけ変わっていってしまって、人間の感情というかそういったものがこう人間味みたいなものが街から失われていくような感じがあったんで、そこに対して3月の時点で、俺は東京をドキュメンタリーに撮ろうということを決めました。で、そこから始まって、この内山という仲間と共に、あれですね、コロナが来た後ですね、自分たちができることをしようということで、大手のメディアは取材に規制をかけて、そして、取材禁止になった。だけれども僕らは街へ出ようということで、逆のことをして、そして、ここにいる久保田に声をかけて、3人でバラバラにあちこち取りに行ったという経験を積み重ねて、で SNS でアップしながら要するにこの映像をどうしようかと思ったかというと、僕らはテレビでずっとやってましたから、映像ができて納品して終わりなんですね。でその中心にはやっぱりお金があるんですけれども、そうではなくて、お金とか、そういったことはもう一切考えないと、全部自費でやる、で自立性を保つ、で本当に社会の中にドキュメンタリーというものを放り込んだ時に、どんなところの関係の中の間に立てるか、あるいは役に立つものが作れるのかっていうことですね。役に立つということをやっぱり作り手というのはこれまで避けてきてると思うんですけども、これを思いっきりやってみようかなと思ったんですよ。つまり支援者と共に話し合って、当事者にも声を聞かせてもらって、困窮している人にも取らせてもらうわけですよね。その後にじゃあ同じように困窮している人が何千人何万人いるかもしれないっていう状況なんですよね。つまりネットカフェ難民だったりとか、あるいは今だったら若い女の子が本当に体を打ったりしながらなんとか生活してるんですけれども、やっぱりみんな抑圧の中で、いろんな抑圧の中で言えないんですよ。そういう人たちに対して僕らがね、動画を作ることによって、じゃあ支援とつながることができるとか、じゃあ1万円2万円が足りないっていう人に対して何かができるんじゃないかっていうことをやっぱりやってみたかったんですよね。そのことが一番の動機です。はい、ありがとうございます。今東京リトルネロのこの撮影をするきっかけというところをお話しいただきましたけれども、金平さんも報道という立場でドキュメンタリーとはまたちょっと立場が違うのかもしれませんが、今のこの経緯を聞いて、この映像からそういった希薄さっていうところを感じ取られたのでしょうかね。今のお話聞いてて、大手のメディアが取材に規制をかけてやめるようになったっていうのは、これは事実ですね。禁止とかっていうんじゃなくて、要するに自粛とか忖度とか自主規制とか、そういう形で自分たちの手足を自ら縛っていったっていうのが、だから禁止なんかされてないですよ別に。でただそれが政府や行政がやってる、あるいは役人がやってるような忖度を批判できるのかって話ですよね。で自分たちが取材とか出ないっていうのは、特に僕らのドキュメンタリーを作る場合も、僕らの仕事も、取材するっていうのは基本ですから。で基本っていうのは人を傷つける場合もあるし、人と真剣勝負になるわけですから。でそれが、やらなくなっちゃうと何やるかっていうとですね、
コピー&ペーストやったりですね、あるいは伝聞をこう元にして話す、それから SNS が主戦場になってですね、そこでいろんな言葉を拾ってきたりして、そこで発信をするというようなで、それと僕らが作ってる報道の元々の基本とは違うというふうに僕は思ってるんですよ。そういうふうに教育されてきてしまった人間ですから、もう40何年もやってるんですけど、おそらく皆さんのもちろん出発点もやっぱり現場に出て当事者の声を聞いてみないと分かんないとか、当事者は何考えてるかとか、それから声を上げられない人の声を自分たちが拾うんだっていう、そういう思いがあったわけでしょ。そこは一致してるんだと思うんですよ。本当につまんない話ですけどね、例えばこの間アメリカの大統領選挙ってあったんですよ。ね。でこれ良くも悪くもあそこのトップが誰になるかって、それから誰が選ばれるかってすごくその後の世界の動向には大きな影響を与えてて、むしろそのプロセス、誰が、例えばトランプは今度負けましたけど、誰がトランプを倒したかとか、どういう力が働いたのかっていうのは目で見てみないとわからないでしょ。誰も行かなかったですよ。僕は本当にこんなことに番組のプロデューサーが諦めたんだと思いますけどね、あんまり行きたいっていうもんだから。で諦めて行ってくださいって言うんで、PCR 検査6回受けました。でそのぐらい、つまり行く直前向こう行ってアメリカでも移動するたびに受けて、それで帰ってきてまた受けて、それで2週間自主隔離とかいうようなことを経て今ここに来てるんですけど、それまではテレビのスタジオには行かなかったですよ。来るなって言われて、でそのぐらい、つまりなんか分かんないですけど、今メディアの現場に関わってる人たちも恐れてるっていうか、僕らの今僕は主に仕事してる TBS なんかは、こうやってインタビューするでしょ。昨日僕が今週だと自立支援をやってるもやいの、大西さんのところでインタビューしたんですけどね、インタビューする人とされる人の間4メートル空けろって言うんですよ。で普通人と話をするときにこれ限界でしょ。4メーター以上で話とか僕できないと思うんですよね。ところが4メーター離れろっていう。でそれが自分たちの中にまるでなんか規則みたいに、誰が言ったわけでもないのに、そういうでカメラマン怯えてるわけですよ。これ後から何か言われるんじゃないかとかね。それから、そういうような NHK も同じでしょう多分。それから日本テレビとかいわゆるマスメディアって言われてるところの人は、そういうような縛りを自分たちで作って動いてるんですよ。で当事者の声なんか拾えるわけないじゃないですか、そんなことやってると。そういうのに対してものすごいなんていうか、自分なりにはものすごい怒りを覚えて、でそれを破るようなことをアメリカの大統領選挙は僕行ってきましたけど、ですごい密な、こんなもんじゃないですよね。トランプの集会とか行くとみんなマスクもしてないし、それでもう押し合いへし合いで、僕らは行くとですね、アジア人だからすぐ分かっちゃうんで、アジアのメディアが何しに来やがったみたいな感じでこうやってやられたりね。でそういう目に遭いながら仕事をしないと分かんないですよ、何起きてるかって。で僕はそれで終わって帰ってきて、自主隔離中にテレビ見たらですね、アームチェアに座ってるような、これが今後の日米関係はどうとかなんとかって、もうひどいと思いましたね。こんなやつらに何が分かるんだっていう、そのぐらいの気持ちで、さっき喧嘩を売るみたいなことで言うと、こんな人たちにこんなこと言われたくないなっていうような思いっていうのは常に今でもありますね。でそれは僕らの中で、例えばワイドショーのコメンテーターとかいうおしゃべりな人たちが言ってる言葉っていうのは、この人たちの言葉っていうのは現場に裏打ちされてない聞きかじりだったり伝聞だったり、あるいは誰かから言ってくださいって言われたような、商品の言葉ですよね。そんなものっていうのは早く駆逐された方が僕はいいと思いますね。だけど今のテレビの世界とか、あるいは活字の世界もそうで、あるいはもっと言うとドキュメンタリーの世界だって、そうじゃないものがとそうであるもののせめぎ合いみたいなのがずっと続いてるみたいなのがあるんで、
もう何度も言いますけど、さっきの東京リトルネロを見た時はなんか胸がすくうような思いがしたっていうか、それであんまりにも嬉しくなってね、確かフェイスブックかなんかにね、 NHK の辺境最新部にぐさっと来たとかなんかこう書いてあるんですよね。で辺境最新部なんて書いてあるとっても失礼なことをBS とか ETV 特集とかバリバラとか、心の時代とか、僕そういうのばっかり見てるんですけどね。でそれ辺境最新部なんて書くとすごく怒られる失礼な言い方かもしれないです。僕はだけどそこで流れてるものが NHK を支えてるんだと思いますよ。今ニュースウォッチ9とかニュース7とか、それからなんかそういうもので流れてる情報って本当ひどいし、でそういうものではないっていうか、おそらくそうじゃない志を持った人って結構いっぱいいてですね、それがなんか奇跡的に流れちゃったっていうか、だからびっくりしましたよね。でもね、多分そういうものが流れても、あれは素晴らしいんだけど、やっぱりあれを評価しちゃうと俺がまずくなるんじゃないかみたいなことを考えてる人がいるみたいで、不思議ですよね。だから東京リトルネロのことをこうちゃんと言及してるなんか公表とか、テレビ表とか見たことないんですよ。なんでですか。変だなと思うんですけど、例えばギャラックなんていう雑誌を僕が見て、あそこでこう、月間でどういう作品が優れてるとかって書いてあるでしょ。でも一応ざーって斜めで目閉じたりするとね、もうなんかおとなしい優等生みたいな作品はちゃんとこうピックアップされてるけど、東京リトルネロとかはピックアップされてないんですよ。で変じゃんっていうふうに思うわけですよ。でそれ誰が見たってそれはなんだろうな、近づいてるし、その現実に一番近いところにいて作ってるにもかかわらず、そういうものがなんかこう、なんだろうな、お前やりすぎだよみたいな感じで、無視されていくような排除するシステムっていうのが NHK の中にも、あるいはこう今の放送業界の中に、あるいはもっと広く言うと表現をする人たちの間でビルトインされちゃって排除するシステムみたいなのができちゃってるような気がしますよね。だから、もっと本当は毒のあるものとか、それからトゲのあるものとか、ちょっと触ったら血が出るようなものとか、そういうものっていうのを本当は今の時代はどんどん出していかなきゃいけないんだろうっていうふうに僕は考えてるんですけどね。もうなんかね、この年になって今もうすぐ67なんですけど、なんだろう、このままくたばった時にお前ら21世紀の2000年代2010年代2020年というこんな歴史の節目の時にこの程度のものしかお前ら出してなかったので、その時何してたんだみたいなことは言われたくないし、でこんな状態のテレビの放送とかっていうのを残していきたくないなっていう思いが最近ものすごく強くしてるっていうのは考えてることですね、正直言うと。こんなことをでも局の中では反省会とかそういうところでもなかなか言えないんじゃないかな言っちゃうとなんかね引いちゃったりする人がいてね、でも言わないよりは言う方がいいですね。ありがとうございます。まさしくおっしゃっていた傷だとかその毒だとか現実に近いところからの声というものをやっぱり届けたくてこういう場所を作って1年に2日間ですけど、もう噴火口みたいにここから出てくるという状態を作りたいな、アジールというか解放区みたいな場所を作りたいなと思ってこういうことをやってました。僕もテレビでずっと制作を続けていたんですけれども、そこからやっぱりありのままの現実にたどり着かないなと、これを伝えること、運ぶことが俺はできなくなるなという気がして、そこから脱することにこの 4,5 年ずっとかけてきました。でお聞きしたいのは僕は取材に行って現場で声を聞くと、その声が寝てる間に夢になって出てくるんですね。でそうするとこの人はこういうことを言いたかったんだって目が覚めてる時に分からなかったようなことが分かったり、これを言いたかったから俺はこうやって運ばなきゃいけないんだっていう風にして、なんか声の方に頼まれるような感じで取材を続けたり編集に入ったりっていうことがあるんですよ。そうなると僕が面白い現場を追い求めていったっていうのは最初にあったかもしれないけど、それだけじゃなくてなんというかな、僕がやらされているというか、ドキュメンタリーを
作りたいんじゃなくて作らされてるような状況に陥ることがありまして、なんかこの間金平さんとお酒を飲みながらお話ししていたら、こう自分がこの仕事を続けている理由はやっぱり出会ってきた被写体の声を聞いてしまったからだっていうふうにおっしゃってたんですよね。何かすごく僕は近いものを感じまして、金平さんのその原点だったりとか、やっぱりこの人に会ったから、こういうことがあったからやっぱり今も続けてるんだ、この声を運ぶっていう仕事を続けてるんだっていう、そういうことってありますかね。まあ僕はそんな偉そうなこと言える人間じゃないんですけど、たくさんもう40何年も1977年以来だから43年かテレビの報道ばっかりやってきた。でいわゆるこうスクエアなさストレートニュースみたいなものも記者クラブなんかにもいたりして、あるいは海外の特派員とか やりながら、そういうストレートな話はやってきましたよ。やってきたけど、なんかね振り返って最近もうすごく振り返ってみて、パーってこう40年ぐらい前とか、あるいは30年ぐらい前とか20年ぐらい前ってすごい昔ですよね。で若かった時にそういえばこういうの昔作ったよな俺とかっていうようなのが、記憶としてこう急に蘇ってきたりすることはありますね。でね、つい最近そういうことがあったのはね、渋谷でバス停にいたホームレスの女性が、その近くに住んでる引きこもり気味の人に、46歳の男性かな、夜中にレジ袋に石かなんか入れたので殴られて死んじゃったのがありましたね。でその時にその話を聞いて、亡くなったのは今年の春まで64歳でスーパーなんかで働いてた人ですよね。ヤクルトおばさんもやってたんですって。もうすごく一生懸命働く人で、生活保護とか受けるの嫌だからってたくさん仕事掛け持ちしてた人で、その話を聞いた時にバス停にこう全部仕切りがありますよね。であれはそういう仕切りができたのはいつなんだろうみたいな、それ、当たり前のこととしてみんな話し合ってるんですよ。これやっぱり仕切りないとなみたいな。で聞いたら、その大阪の方のなんか阪急電鉄は、座席になんか仕切りあるんですか。で僕それ全然初めて聞いて、そうなのって言ったら、いやそういう電車だってありますよみたいな。でそれ仕切りがあるのは当たり前だっていうのは、寝転ぶことができないっていう話を聞いて急に思い出したのがあってですね、それが僕がね1983年かな、僕横浜に住んでたもんですから、横浜でね中学生が当時ホームレスっていう言葉がなくて不老者って言ってたの。で不老者襲撃事件っていうのがあって、中学生が 7,8 人殺したのかな、横浜の例えば横浜スタジアムのそばとか横浜の地下街なんかで寝てるホームレスを殺したんですよ。 7,8 人かな。でそれの取材を僕はまだ30代の頃ですけども、31、2の頃だと思いますが、やった記憶が蘇ってきてね、そういえば取材した時に横浜の市の職員がこれからはベンチに仕切りをこういうふうにつけますとかって言ってすごく自慢して言ってるインタビューが思い出した。急に35年前ですよそんなの。で僕はなんでそんなことを覚えたかって、その椅子の仕切りの記憶で蘇ってきたんですよ。そういえばそういうの作ったなと思って、この間ねそれをライブラリーに残ってるかどうかっていうのを TBS のライブラリー調べたら残ってた。ここにある。見ます？時間ないか。時間なかったらいいや。5分ぐらいのもんですけどね。これは全国ニュースでやったんですよ。ストレートニュースで。これはね、要するにストレートニュースですから、当時まだねTBS がまともだった時代だから、ニュースコープっていう夕方のニュースがあってですね、これ全国ニュースで田秀夫とか入江徳郎とか古谷綱正とかそういう人たちがニュースキャスターっていうのをやってて、で僕はそういうのを見て憧れて TBS に入ったみたいなのがあって、そこでね流した
これ1983年の事件だからでしつこく覚えてて作ったのがあってでそんなのがまだ残ってたっていうんで見たらそっか基本的には俺この時と全然変わってねえなっていう、その時に抱いたなんで中学生がねホームレスをこう襲って7、8人も殺さなきゃいけないんだよみたいなのをやっぱり30歳ぐらいの時にやっぱ考えてたのね。で作ったのが残ってたんでそうかって今の出会っちゃったっていう意味で言うとそういうことばっかりですね正直言えば。でそれはこういう深刻な社会的な事件になったり病理だったりあるいは問題だったりっていうようなことはたくさんありますけどなんかね自分が今の例えば報道特集のキャスターがやってたりあるいはどういうネタを取材しようとかいう時の基礎になってるのはやっぱり取材の現場で出会った人たちの今言われたような声ですよ訴えですよ。それはもうこんな声聞きたくないみたいな声もあったんです。でその中にねありました1980不老者襲撃事件ってありますちょっと見ていいですか、はい、その中にねもう聞くに耐えない言葉あったんですよ。それをねなんか知らないけど思い出しちゃった。いいですか見て、はい、それでは一緒に、ね、ご覧いただきたいと思います。めちゃくちゃ古いこうやってフィルムだから手書きなんですよ昔。スコープっていうのはこれニュースコープでしょ。2月6日に放送したやつですよね。なぜ殺すまでに至ったのでしょうか。ゴミ扱いなどしたのでしょうか。人間は人間だと思います。決してゴミではありません。この不老者襲撃事件がなければ、そして日雇いで生活している人々に観点を移しているこの本がなければ、私はこの身近な差別に気づくことができなかったと思います。これらの手紙はいずれも2年前横浜で起きたいわゆる不老者襲撃事件をめぐって子どもたちに向けて書かれた本「人間を探す旅」の著者青木悦さんに送られてきたものです。主婦業の傍ら記者の仕事をしている青木さんはこの事件に強いこだわりを持ち続けています。事件は終わっていない、事件が問いかけたものは何なのかと考え続ける青木さんに共鳴する人たちのグループが自然発生的に生まれました。かなり虚しいんじゃないかって、こんなことをしても今の中学生たち何人が読んでくれるだろうで、きっとつまんないと思うだろうなと思いながらでもと思って書いてたんですけども、全く意外なことにすぐ反響がありまして、電話をかけてしてくれた子もいますし、何も言えないんだけども、ただもしかね俺がね殺されるとしたらこの会が中心となって事件現場の一つ山下公園で夜を徹して開かれる集会には市内の日雇い労働者や中学生も参加しています。その事件のことについて、労働者の方がね、朝私たちが登校する時間に門の前でビラを配ってたんですね。こうやってでビラを配ってもくれたからただ自然に受け取って、で校門の中に入っていったら先生たちがゴミ箱を置いてあって、捨てろ捨てろという感じでねゴミ箱を置いてあるわけです。でビラは何書いてある？ビラは、その事件のことを忘れちゃいけないとかね、あと自分たちのものとしてね考えてほしいってね。だけど先生たちはやっぱ拒否したみたいでね、警察を呼んで、ただビラを配っただけっていうのにね、で警察に電話かけるっていうのはちょっと分かんないんですけどね。この事件が横浜、当地である横浜ではむしろタブーになっていってる。それから少年たちを出した青木さんは事件後各地を回ってこの事件の問いかけたものについて話し続けています。一つの層として野宿生活者だけが襲われている事件なんです。ここに私は大きな意味があるっていうふうに思うんです。だからやっぱり大人がじゃあ野宿してる人たちをどう見てたのか、どうしてたのか。事件から2年目の横浜の街を歩いてみました。事件現場の一つである横浜スタジアム。寒さをしのぐため段ボールで作った家がたくさん並んでいました。
わけだと思いますね。どういうところ？どういうところっていうか、もう全然見た感じ本当に何もやってないと、ね、社会的に何もやってないっていう感じでね、ただ寝てるだけだと。別にそういう人たちが邪魔になってるわけじゃないからね。その人たちもその人たちなりでやっぱ邪魔にならないようにちゃんとなんか自分たちで考えてね、なんか行動してるみたいだし、別にこれといって自分の毎日の生活にね、邪魔にならないし。ああいう事件きっかけに何か変わったと思います？変わってないでしょ。変わってない。そういう学生の方も不老者の方も別に喉元過ぎれば暑さ忘れるで。国際都市港横浜の名所の一つとして市が自慢する大通公園には土が見えません。私どもでは住居不定者と言っておるんですけれども、その人たちが一定の時期にですね、どうしてもかなり主要な公園にですね、それも居ついてしまうと、そういう問題がありまして、時折女学生の方とかですね、一般の方々からもちょっと公園としてはですね、異様な雰囲気があると、なんとかならないかとか、長いベンチは置かないように丸椅子にするとか、あるいは樹木が茂ってますと外から見えませんので、樹木の剪定をして外からでも見通しが良くするとか、そういう技術的な安全管理も同時に行っております。1年経ってでちょっと忘れかけられて、で2年経つともうだいぶ忘れかけられてて、でもそれだとその事件から見えてくるものっていうものがたくさんあるのに、若い人たちの呼びかけで先日事件から2年目を迎え、この事件の意味を語り合う集会が開かれました。今の学校そのものが生活している人たちの実態から外れてしまった、そこだけが別の論理で動き始めたというところに僕は問題があるというふうに思っています。例えば一番切実な仲間が死んだ時には当然涙を流し、その死を悲しむというのが庶民の生活の秩序だと思うんですね。当たり前のことだ。それが学校の中でそういうことがむしろ違うというふうになってしまう。子供が悪いんじゃないの。大人がやってるのを見せてるから子供が俺もじゃあこういうふうにやれば面白いなっていうの。あれ大人がやらなかったらそういうことは一切その子供はやらないの。やらないよ、何にも。だから大人がね少し考えなきゃいけないのよ、大人が。死者が出て、何人かが殺されましたけれどね、彼らは実際には人間の格好はしているけれど人間ではないわけですから、それを処分してくれたということでね、本音の部分ではもう大喝采がラブコールが起こったぐらいでしたですね。だから現在でももう一度ああいう事件が起こってくれないかというようなことを極端ですけど言う人もいるわけですよ。はい、で我々は別にその通りだと思いますしね。例えば日本カモシカの問題がありますわね。話違いますけれど、そうすると林業をやってる人たちはその問題に関してカモシカをなんとか取り締まってもらいたいと。で動物擁護の人たちは、それを殺しちゃいかんということがあるんだけれど、林業現実にそこに生活している人たちねにとっては問題というのは、例えば日本カモシカは絶対に殺してもらわなきゃ困るという問題あるわけですよ。それと問題が全く同じでしてね。不老者が殺された事件がありましたが、その時私はなぜか分かりませんがテレビの放送をじっくり見ていました。自分でもなぜかよく分かりません。それだけ心に強く残っていたのだと思います。なぜ殺すまでに至ったのでしょうか。ゴミ扱いなどしたのでしょうか。人間は人間だと思います。決してゴミではありません。これだけど全国放送で流したんですよ、これ夕方の。で当時はこういうものを流せたんですよ。今「N スタ」とかさ、それから「ニュースエブリ」とか、それからスーパー J チャンネルとかやってる
夕方のニュースでこれいうのを流してたんですよね、これは。でこれ流した時は僕はやっぱり先輩に恵まれてて、お前金平お前ぜひこれやろうというふうに言ってくれて、こういうのを流してくれるっていうそういう環境があったし、先輩たちがいたりしてね、こういう価値観をこう共有できる環境にあったんですよね。今どうなのかっていうと、これ絶対出ないですよこれ。それから中身もきっとおそらくズタズタにされるでしょうね。人間の格好はしてるけど人間じゃないから殺してくれて私たちは拍手喝采ですみたいな、あれ地下街の商店主の声だったですけどね、ある意味で言うとものすごい生々しい本音ですよね。でそういうものをちゃんとさっきの声で言うと一番聞きたくない声だけど声ですよ。でそういうのに出会っちゃったらそれは出さざるを得ないっていうかね、つまりなんでこんなことが起きてるかってことを考える時のある種のきっかけになるっていうか、やっぱりそういうものはやっぱ出すべきだっていうふうに僕は今でも考えてますけどね。あんまり僕ばっかり喋っててもあれでそれこそ声っていうところに観点すると、今映像の中でもありましたけど、声に集まって反響があって、それが井戸端会議になってこう広まっていくっていうところが高校生でもあったと思うんですけど、なかなか今その当時の1983年と2020年を比べてそれが起こりにくくなっているのでしょうか。僕はね、そんな人間ってそんな変わるもんじゃないと思ってて、みんなだって実際にこうやって集まってるんですから。で集まったり人を求めるみたいなことっていうのはそんなに変わるもんではないというふうに思ってて、それが今特殊な環境下で異常事態ですよね。群れるなとか集まるなとか、3人以上集まるなとかそういうこと言われてるわけですから。だけどそうは言ったって集まらざるを得ないっていうか人間ですから、でだってこのままでいくとこう接触しなくなったら繁殖しなくなりますから、人間として絶滅していくわけで、そんなことはありえないわけで、濃厚接触しなきゃいけないんですよ僕らは。でそういう生き物なんで、生き物であるってことをこうなんかこう忘れてきれい事で言ってある種こう撲滅するみたいな、ウイルスに打ち勝つみたいなことを掛け声っていうかスローガンとして掲げてるっていう社会ですよね。これはだけど異様な社会ですよ今。例外的な社会が異常な状態が通常化しちゃうっていうことについてはやっぱり僕らはやっぱり注意しなきゃいけない。特にドキュメンタリー作る人とかドキュメンタリー作りたいっていう人とか、あるいは僕ら本来のメディアとかミディアはそういうことをちゃんと意識してなきゃいけなかったっていうのが今でも僕はそこは変わってないですけどね。すごい映像ですごい驚きました今のは。はい。いや、普通のニュースでやってたんですか。僕自身はテレビがそこまでのことをできるっていうことはあまり考えたことがなかったっていうのもあって、どちらかというとウェブとかのなんかアメリカとかイギリスとかに出てきてるような、結構クールに問題を伝えてくれるようなドキュメンタリーとか、そういうニュースメディア、バイスとかボックスとかっていうのに、学生時代からちょっと憧れがあったりとかして、テレビじゃなくてウェブの時代だろうなとか、そういうことを浅はかに考えていた時期があって、いろいろ海外とかイギリスに留学とかもしたりとかしていたんですけれども、今回東京リトルネロとかドキュビームでそれこそ声を拾っていくっていう作業を、ひたすらやった時になんかそういうフォーマットの話では全くないなっていうことに気づいたんですね。で映画でもテレビでも別にスマホでも、スクリーンの外にあるようなその人の声とかその人の像、映像って像っていう字があるじゃないですか。人弁がついた像であって、そういった人の像をどうやってこう立てていくかっていうことが、映像を制作する人がやるべきことであって、クールな伝え方とか、僕東京リトルネロを見てなんかセクシーだって言ってくれた人がゼミにでも言ったと思うんですけど、そういうセクシーさとかそういう、形上のイケてる伝え方みたいので、人に見てもらうっていうのはすごい重要だと思うんですけど、僕が思ったのはやっぱりそういったことよりもまず先にそれこそ取材対象者と、傷つけたり傷つけ合ったりとかしながら出てくるようなものっていうのを作っていくっていうこと、その先に
どれだけ伝わったかは分からないっていうのはあるんですけど、どれだけの人が見たかっていうのも分からないかもしれないですけど、僕はそれを作っててちょっとずつ実感していった部分があって、東京リトルネームで今日も来てくださってるアリさんっていうクルド人の人とかも、あれを見てやっぱりすごい響いたって言ってくれたりとか、それを見てアリさんの裁判に来てくれたりとか、そういった経験をして、僕はそういうふうに映像を作る意味っていうのはそこにあるんだろうなって思ってるんですけど、すごい TBS で、かなり巨大な影響力を背負ってらっしゃると思うんですが、そういった金平さんが今映像の役割、映像を作る人の役割っていうのはどこにあるんでしょうか。あるいはその映像によって本当にこれで変わったなっていう経験とかがあったら教えていただきたいです。なんかね、今言われてた中で引っかかってくるのはテレビじゃなくてこれからはウェブの時代だみたいな、オンラインみたいなインターネットとその既存のテレビみたいな伝え方みたいなものを対立的に考えるっていう考え方は違うと思ってるんですよ。これ要するに伝送路の問題であって、テレビの場合は電波っていうところから一斉に一方通行に容赦なく降らせてくるっていう伝え方ですよね。でウェブっていうのはオンラインで、オンラインっていうのはインターネットっていう伝送路を通じてですね、そこにアクセスした人がそこに行きつけるみたいな風になってて、それは見たい人が選択するっていうかアクセスするっていうような作業があるんだけど、テレビの場合ってつけたら一方的にガッて来ちゃうみたいな。で映画はお金払って見に行くみたいな、あるいはお金を買うと、配信を受けて買うみたいな。でそれって伝送路の問題であって、そこに出てくる映像作品なりあるいはまとまりっていうのはどういう作り方したってもいいわけですよ。で僕はそれいろんな、例えばあるものを取材して今日のこういうものをやった時にそれをどう出すかっていうのはテレビ使って出してもいいしウェブで出してもいいし、今 YouTube みたいなのがあったりすると、そういう SNS を使って出すっていうやり方もあるけども、ブロードキャストっていうのは、放送っていうのはナローキャストじゃないから、いっぺんに不特定多数の人を相手にしてパッと出すみたいな。でその機能っていうのは人間が社会生活を営んでる限りはなくならないと思うんですよ。それってなんだろうな、例えば、緊急地震速報とか、それからなんだろう、緊急に前もってみんな知っておいた方がいいよねみたいなことって多分あるんじゃないかと思うんですね。この間見てきたので言うと、例えばアメリカの大統領選挙の結果、どうやらこれはやっぱりバイデンが勝ちそうだって言った時にみんなバイデン・ハリスのところに当選確実みたいなのを打つわけじゃないですか。そうするとなるほどってみんな知って動き出したりするわけじゃないですか、社会が。ね、でそういうやり方っていうのは伝送路の問題と違ってて、これからはウェブの時代だとかなんとかってでウェブっていうのはオンラインインターネット網っていうのは絶大な影響力を持ってるから、それを社会が起動していくっていう社会を駆動していくっていうか、その動きっていうのはこれ不可逆的なもんですよ。もう後戻りできないですよ。ねでしょ。後戻りできないで、テレビとか新聞だけに戻せなんてそんなことありえない話ですけど、でも本だってあるいはニューヨーク・タイムズだってもう今するのやめるわけですから、紙媒体じゃないような生き方としての新聞っていうのができたり、それからラジオだって今ラディコっていうのでいつどこでも聞けるようになってるし、いろんなやり方があって、僕は今世界的な監督になった是枝監督っているじゃないですか、是枝裕和さん。僕は人の作品で一番好きなのはね、テレビドキュメンタリーね、テレビマンユニオンの時代に作った「しかし」っていう、福祉切り捨ての時代にっていう有名な作品なんですけど、これは人が20代のぐらいの時、20代の終わりぐらいに作ったやつですよね。僕はだけど是枝作品いろんな映画とかいろんなの見てて、いやあれが原点だと思いますね。テレビドキュメンタリーを作ったから是枝さんっていうのはいるんだっていうふうに思ってて、でそれはたまたまあれはテレビドキュメンタリーだったけど、是枝作品が別にネットを通じて配信されようが実際にそれはあるし、それから、今度なんだっけカナリアっていうその
ミュージック音楽のそういうビデオを作ったりとか、どんなやり方しようが自由ですよなのね。でそれっていうのはメディアがどっちが優れてるとかどっちが優位に立ってるっていう影響力だけの話よりも、作り手の側が自分たちで選んでいくっていうような考え方にしないと、すごく不毛ななんか足の引っ張り合いみたいなのが起きる。ネットの人が規制メディアが全然ダメだとかマスゴミとかいう気持ちは分かりますよ。ひどいから。もう中にいるから一番よく分かってますからね。でひどいけどそれ言ったって始まんねえだろうって、あんたがやってるところも同じようなことを一生懸命取材すればいいだけであって、でそれはじゃあ何のためにやってるかっていうことで言うと、いやうちらは金儲けのためじゃなくて、実はそうじゃない公共的な利益のためにやってるんだっていうことで言うと、今のマスメディアっていうのはあまりにも銭儲けとかマネタイズとかいう言葉をすぐ若いやつが使うような世の中になっちゃいましたよ。でそれはやっぱりおかしいんで、元に戻さなきゃいけないっていうか、僕らのやってる仕事は究極的なところは金儲けのためじゃないですよ。特に報道は僕はそうだと思ってて、金儲けのためにやるやつは早くやめてった方がいいと思いますよね。でそれはおそらく通じ合えるんじゃないかな。ドキュメンタリーを武器にして社会ときちんとした関係を切り結びたいとかね、あるいは、ドキュメンタリーっていうものを作ることがある種社会運動だみたいな考え方ってあると思いますよ。それはずっと昔からずっとあって、ジガベルトフとかね、そういうあるいはゴダールなんかのある時期のその社会運動としての映画とかドキュメンタリーみたいな考え方っていうのももちろんあるんですけど、それはいいじゃないですか。それはあってよくてですね、でそこの中身でどういう魅力的なものを出していくかっていうのが、さっきセクシーとか言ってたけど、どうせ作るんだったらやっぱかっこいいもの作りたいじゃないですか。ね、愚直なんじゃなくて、さっき見せたようなストレートニュースの愚直なんじゃなくて、もっと切れ味が良くてずっと映像として覚えてるみたいな、今で言うとナイキジャパンの CM みたいな差別のことを直接扱ったようなああいうのってやっぱり優れてますよね。表現としても優れてるし、ああいうものを作らざるを得なくなった人たちの気持ちも分かるじゃないですか。でああいうようなものを目指して本当はドキュメンタリー作る人とかテレビの報道やってる人とか、あるいは映画作る人とかいろんな表現やる人っていうのはつながれるような気がするんですよね。対立するんじゃなくて、ダメなものはダメですよ。だからダメだっていうのをおめえたちがやってるのは最低だとか言うべきだというふうに思うけども、それは多分もっとよりかっこよかったり、社会との関係を深く入っていくための過程っていうかプロセスなんであって、それでなんか白か黒かみたいな決着つけるような話じゃないっていうふうに僕は思いますけどね。あんまり僕ばっかり喋るんでなんかやめましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。今金平さんのお話の中で映像のその役割とかそのドキュメンタリー報道の役割っていうのが一番そのお金とかけ離れてるところにあるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけども、僕らがこのイベントやりだしたのも、そういう肌感覚があって、テレビだったりとかでやってるとやっぱりお金っていうのが絡んでいくんですよね。でお金に翻弄されているのは全くないんですけども、やはりその構図の中にあると。でそこから脱してみた時にどうなるのかっていうのを僕らは4年間5年間ぐらいずっと実験してきたと。でそういう体験の中でやっぱりそのドキュメンタリー、僕はドキュメンタリーやってる人間なんで、ドキュメンタリーのその本来根源的な役割って一番その市場原理みたいなところからかけ離れた、限りなくかけ離れたところにあるなっていう体験が何度かあって、でここでドキュメントをやってる時にもそれは感じるんですね。でここで映像を流す、でその映像をなんかみんなが焚き火を見るかのように一緒に映像を見て、そこに出てる人の言葉だったりとか姿に何らかの響き合うっていう瞬間があって、でそれを見てる人がまた自分の響きとしてその返すっていうような瞬間が確かにあるんですよね。なんかその共振が起こってるなっていう瞬間で、それを起こしてるのが映像がきっかけに起こってるっていう瞬間を体験した時に、やっぱりそれって全然お金関係ないじゃないですか。ここにやっぱり映像やドキュメンタリー、
報道やってる、報道はちょっと違うかもしれないですけども、映像やってる人のなんか本来的な役割があるっていう、確信があります。で僕最後に聞きたいのは金平さんはその映像だったりものを伝える人間のその本来的一番いろんなものをそぎ落としてって服も全部脱がした最後に残るものっていうのは何なのかっていうのを最後聞きたいなっていうふうに思います。で金平さん40年間やってきたし、僕ら報道特集見ててこの人なんでこんなに怒ってんだろうっていうのを毎回見せてくれるんですよね。ではっきり画面をこう睨みつけて物事をはっきり言ってらっしゃる金平さんを見てすごくかっこいいなって思ってんですね。で僕はかっこいいと思うんですけど、多分金平さんにとってはなんかその周りの人間はそもそもそういう人間ばかりだったのに、なんで今はもう俺しかいないんだみたいな感覚の中で過ごしてて、寂しい思いっていうかじくじたる思いなんかもあるんじゃないかなっていうふうにお話ししたりとかこうやって会ってお話ししてる中で感じる部分があるんですね。だからなんかその辺も含めて一番聞きたいのは映像のとかものを伝える人間のその一番最後に残る核みたいなものは金平さんにとってどういうことなのかっていうふうに思います。誤解を恐れずに言うと好奇心ですね。僕はやっぱり知りたいっていう欲求があって知りたいですね。で知りたいと思ったらやっぱりどんな作業でもしちゃうみたいなところはあって、そのなんか社会的な使命だのなんとかっていうのはきっと後付けのもんだっていうふうに思いますよ。でそれはなんだ怒りとか言ったけど僕もそんな怒ってたくないし、あんまり怒ってるばっかりで僕はもう額に縦じわできちゃってるんですけどね。どうもいつも苦虫潰したような顔しててなんだみたいなこと言われるんですけど、でも不愉快だったりすることについてなんでみんな怒んないんだと思いますよ、正直言って。アメリカ今回行ってよかったなと思うのはみんなすごい怒ってて、特に若い人がすごい怒ってて、ふざけんなっていうふうになってて、で例えばブラック・ライブズ・マターとかね、でだって黒人であるだけでだってあんなひどいことなんでされなきゃいけないんだっていうふうなことを白人の若い女の子なんかが一緒になって怒ってるんですよ。白人の若い男の子とかあるいはエイジアンとかそれからヒスパニックとかで、そのジェネレーション Z って言われてるんですけど、その Z 世代の人たちって、大統領がずっとオバマの時だったし、なんでそのことだけでこんなひどい目に遭わなきゃいけないのみたいなのって怒り以外にどうやって表現することができるのかなって。でブラック・ライブズ・マターもそうだし、コロナでオンライン授業になって全然キャンパス行けないとかで、ここ学生はすっごいおとなしい。僕は今早稲田で教えたりするんだけど、すごいおとなしいですよ。だって向こうだと金返せの世界ですよ。みんな奨学金だのなんとかでせっかく入ったのにキャンパスも行けない、それでオンラインかなんかでなんとかって、それって普通だったら怒る話じゃないですか。全然怒んないじゃないですか。でそれってねやっぱりなんだ、僕ら怒るっていうのはやっぱりエネルギーが必要っていうか、内側から湧いてくるような、それはプラスになったりマイナスになったりするんだけど、理不尽なことをなんで言ってはいけないんだみたいなのがあってね、今日思い出した。今日ここに来るまでに今日報道特集あるでしょ。で報道特集っていう番組でね、冒頭20秒ぐらいだけ挨拶言うんですよ。であれは僕いや今週1週間何言おうかなみたいな感じで、今日この瞬間で何を言うかみたいなことで、今日はねこういうこと言ったんです。今年の流行語大賞に3密っていうのが選ばれましたと。でその受賞者として小池東京都知事がオンラインで登場して、司会者が受賞おめでとうございますっていうふうに言って、それを受けて、小池知事がにこやかな表情を浮かべていましたと。ね、で
このコロナ禍の今日過去最多の人数が東京都記録したんです。これが本当にあった出来事ですっていうのを、言おうと思ったんですよ。でその中で司会者が受賞おめでとうございますっていうので言ったのでですね、僕もともと考えてた原稿は司会者がその受賞おめでとうございますっていう司会者の間抜けな言葉にっていう間抜けって入れたらね、そしたらそこのしかるべき立場の人間が飛んできてね、金平さんね、これ間抜けっていうのはちょっとなんとかなりませんかってだけど間抜けじゃんっていう、間抜けなものは間抜けじゃんっていうふうに言ったら、いやこれちょっと放送行動上に、間抜けってのはちょっとまずいんじゃないですか、なんか他の表現考え直してもくれませんかっていうふうに言われて、いやじゃあ場違いとかするかって言って、だけど場違いと間抜けじゃ全然なんか言葉のなんかねインパクトが違うんですよね。で僕でもやっぱり場違いってのも違うかなと思ってずっと悩んでたら、僕の同僚の草壁っていうキャスターがいるんですけど、彼が来て「そんなら金谷さんその司会者の言葉を聞いて何がおめでたいんですかっていうふうに言った方がいいですよ」っていうから「あ絶対その方が伝わるな」と思って僕大体3密なんていう言葉が流行語大賞になって受賞おめでとうございますなんて言って何がめでたいのかって話ですよ。バカみたいな話ですよ。毎日死人も出てるにもかかわらずで、それを言うだけで今日すごいエネルギーやっぱりテレビだから今の不自由な世の中ではさっきみたいな不老者襲撃事件の企画なんかが簡単に出せないような風になっちゃってきてるっていうのは事実ですよね。で怒りはだけどエネルギーだからで、自分の中でそれはエネルギーは絶対燃焼させながらやっていかなきゃいけないっていうのはあるんですけど、僕はさっき言ったように社会的使命とかなんとかっていうこと以前に正直言いますが好奇心ですね。知りたいと知るんだったらなんかその知ったことを結果としてなんか形として出したいけど、どうせ出すんだったら自分が若い頃ついてったみたいにやっぱかっこいい出し方したいなとか、みんなほらハメルンの笛吹きじゃないけど面白いものについていくっていうでしょ。でそうだと思いますよ。僕だって気持ちいい歌とか今日も演奏してたんですけど、そう気持ちいい音楽とかなんか怒りの音楽とかそういう、喜怒哀楽みたいなものでやっぱアトラクティブなものにはやっぱりどうしたってついていくみたいになっちゃうじゃないですか。でそれはニュースであろうが音楽であろうがあらゆる表現ってそういうもんなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。不謹慎ですけどすみませんね。いやありがとうございます。僕らもそのコロナ禍でこれ不謹慎かもしれないですけども、僕個人としては日本が今まで静かだったりとか声を上げる人が少なかった中で少なくとも声を上げる人が出てきたっていうことに非常になんかワクワクした時期もあってすぐなくなっていったんですけども、なんか今金平さんがおっしゃった好奇心、僕初めて日本がなんか正直面白いっていうのはすごい不謹慎なんですけど、日本が何か動き出すかなっていうことを感じた瞬間の中でずっとカメラを持って回ってたっていうのが正直僕の感覚でもあるんで、そこは今金平さんがおっしゃった好奇心っていうところはすごく理解というか一緒だなって思った部分ですね。はい。なんかね、かっこいいことばっかり言ってられないみたいになって、さっきのそういうような思いとか能力とか資質とか発信力もあって、そういう人って結構いっぱいいるんですよ。でその時にさっきその市場原理とかなんとかっていうようなことをおっしゃってたけど、それは例えば組織の中にいるとこの巨大なものをどうやって利用してやろうかとかね、飲み込まれたふりしてでどうやって利用してやろうかとか、そういうのってすごい重要で、例えば NHK なんかと仕事するときにね、大体出てくるやつって8割ぐらいバカみたいなやつじゃないですか。だって作ったことないやつになんか物言われたくないじゃないですか。作ったことあるやつに何か言われたりなんて、だけどそういう人って稀でしょ。で残りの2割みたいな人を味方につけて、いるんですから絶対に。で目利きみたいな人が絶対いてですね、そういう人と味方になった時にこの残りの8割のバカをどうやってだまくらかしながらやっていくかって楽しいじゃないですか。でそうするともう向こうの人は分かんないからもうこれいいねとかって言いながらどんどんお金も人も出してくれるみたいなあるんですよ。で
彼らは、そういうある意味で言うとおバカさんだから善人だからね。でそこをやっぱりうまく転がしていって自分たちの好奇心とかそういうものがかっこいい形で出るようなふうにするっていうのはある種のやっぱりしたたかさとか強さとかやっぱりなんだろうな、やっぱり生き残りのやっぱり、ね、生存力みたいのがやっぱあった方がいいですよね。そんな簡単にやられないぞと、そんな簡単にくたばんないぞぐらいな気持ちで、こいつらをもう徹底的に利用して自分たちはやっぱりちゃんと作るものを作って出していくみたいなぐらいに思ってた方がいいんじゃないかっていうふうに思ってて、だってそこに新田さんとかいるし、ですごいやっぱり作り手としてはすごい作り手の人とかいるんですよ。でそういう人たちっていうのはこっちが望まなくても自然に知り合っちゃうんですよ。分かっちゃうのもだってそういうのって僕らだって自然に知り合うじゃないですか。でそれはなんかね分かんないけど呼んじゃうんですよね。呼び込まれちゃうって、それで知り合ってやっぱりみんな癖の強い人たちだからそれ自分が一番だとみんな思ってたりするじゃないですか。でだけど知り合ってなんか一緒にこう刺激し合いながら、あるいは一番いい場合はラッキーなのはそのコラボをやったりとかね、やってみてやっぱりいいことができたら嬉しいですよね、と思いますけどね。ありがとうございます。本日はですね本当に自粛とか忖度という抑圧の中でも恐れずエネルギー持ってストレートに声を発するというところの力強く伝えてくださって本当にありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。最後に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。